こんばんは。すいません。こんばんは、なるさん、こんばんは、こたろうさん、こんばんは、リーフさん、こんばんは。なるさん、こんばんは言いました。マイクね。すいません、マイクでしたね。すでに喉が枯れてるんですけど、すいません。こたろうさん、お久しぶりです。いやー、暑いです。全く雨が降らない状況続いてます。なんで雨降らないんだろう、こんなに。今日はね、風が強いなって思ったんですけどね。風が強いんじゃないのって思って、雨雲すいません、小太郎さん、すいません、申し訳ないです。マイクね、いつも忘れます。マイク消して、なんでだろう、なんで消すんだろうね、大体が。消さなくてもいいんだけど、ねね、ダメだよね。ご飯食べて。にゃにゃがご飯を食べませんね、今日も。猫ちゃんは。なんか買ってきたご飯が、新しくしたご飯がまずいのか。太郎さん、お久しぶりです。失礼しました。ありがとうございます。来てくれて。にゃにゃが全く2個ぐらいご飯食べてはやめて、そこにジャンプって今日はやってますね。本当にちょっとまずかったのかな。ご飯を変えたんですよ。売ってなくて、もうこれサイパン事情ですよね。いつものやつがなくて、でしょうがないから普通のっていうか違うやつ売ってるのを買ったんですけど、食べない。もう今日は牛肉乗せてみたんですけど、それでも食べない。豚肉ダメで、昨日豚肉を乗せてみたんですけど全く無視で、今日その前はお魚乗せてみて無視。もうなんかね、鏡王国とか見てると、広川家って知ってます？坂上王国の広川家ってやってるんですけど、なんかすごい家族なんですよ。もう電気はあるけどガスとかないのかな。そういう家族がいて、あるあるなのこれ。猫ちゃんがご飯食べないの？太郎さん、あるあるなの？そんなに心配しなくていいのかな。じゃあほっといていいのかな、わかんないんだけど。もうほら、また来た。ジャンプしちゃダメ。ダメ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 、本当にダメ。もうね、あるあるなのかな、これって。ダメダメ、にゃにゃ。ダメダメ、ちょっとパソコンにジャンプしようとして狙ってますね。もうなんか多分不機嫌なんですね。きっとかなり不機嫌で、2個ぐらい食べてはお皿の中のものをペッとしてお外に出して食べないんですよ。あるあるなのかな、これ。こんなに食べないのってちょっと心配なんですけど、かなり心配で、不満をこうぶつけに来るんですよね。そんなことだかな。前の時はうちのワンコに先日新しいご飯を出したらって顔してました。
えそれで食べるようになったのかな。食べるようになったんならね、心配はないと思うけど、食べないんですよ。もうね、3日目になるのかな。結構強情で、ふいって顔してる、なんかって顔してる、同じかもしんない。って猫ちゃんを飼うのが初めてなんで、犬の時はなんか、ワンちゃんの時は結構食べて、1日ぐらいほっとくと結構食べてたと思うんですよ。猫ちゃんちょっと強情なんですけど、全然食べない。無視。本当に無視して食べないんで、ちょっとどうしようと思って心配なんですけど、昨日豚肉口の中にちょっとちっちゃくして突っ込んでみたんだけど、ペッてやられちゃって。豚肉とかそういうものを食べたことないから、知らないものだから食べないだけかと思ってお口につけてみたんだけど、チュールの時も、チュールを初めてあげた時もすっごい距離があって食べないんですよ。で、口にピトってくっつけたらやっと食べ始めたから、これなら食べてくれんのかなと思ったんだけど、食べてくれない。今日牛肉をちっちゃいのをピョコピョコピョコって乗っけたけど、無視。本当に無視。お腹空いたらそのうち食べるよって今日知り合いの人に聞いたら言ってたんですけど、そのうちがずいぶん長くてちょっと心配なんですよね。ちょっと不安。これでね、体でも具合でも悪くなっちゃったら目も当てらんないから。でももう本当に売ってないからどうにもなんないんだけど、他のものがまた違うもの買って食べなかったら困っちゃうし、いやちょっと心配でまあやばいですね。サイパンはっていうと本当にまた暑くて、今日はちょっと風が強いかなって感じだったんですよ、昼間。夜は今は風がなくなってきてるかな。改めてドッグフードの説明書をよく見たら、慣れるまで様子見のようです。様子見、ほっといていいのかな。じゃあほっといていいってことかな。様子見ね、もうしょうがないよね。ほんとこれサイパン事情でなんか他のもの、違うお店に行けばまた違うものが売ってるかもしんないんだけどね。こんなね、めちゃくちゃ高いんですよ。こんなちっちゃい2キロぐらいなのかな。お砂糖よりちょっと大きい感じぐらいのやつかな。これが今までは8ドルぐらいだったのに、今10ドルオーバーしてるんで、めちゃくちゃ高くなってきましたね。何回分なのかな、猫ちゃんだと分かんない。どのくらいあげていいのかもう2年経ったんですけど、まだ分かんない。猫ちゃんがどのくらい食べるのか。にゃんこの方がわがままかもです。本当強情です、強情。全然食べないでお皿から出しちゃうんですよ、猫フードを。カリカリなんですけど全部ぶんまいてる。ぶんまかれちゃってちょっと困っちゃうよね、これ。ぶんまいてほんとね、変なもの、変な虫とかが来られるのが嫌なんだけど、ぶんまかれてみんなぶんまいちゃうんだもん。お湯
根性あるなって感じですね。本当に食べない、本気で食べないから。そうお腹空いたら何でもちょっとあるもの食べるっていう感覚。犬だったらうちの犬はそうだったんですよね。昔のワンちゃんはもうなければないなりにそれを食べてくれるっていう状態だったんですけど、もう頑固、本当に頑固、全然食べないです。困っちゃう。体おかしくされたら、そういうのがちょっと心配ですね。太郎さんでも久しぶりですね、本当に。どのくらいぶりかしら。ね、もう小太郎さんがいない間にいろんなことがありましたよ。ガチャガチャとね。ちょっと待ってね。少々お待ちを。ゆるゆる配信ですいません。これなんだろうって思ったのがあって、違うな、これじゃないな。どっか行っちゃったな。ちょっと待ってね。ちょっとお待ちください。たんではね、今日はね、AG オフィスから電話があって、太郎さん最近飲み会続きでヘロヘロでした。こんな時期に飲み会が続いてたのね。飲み会続きだったんだ。それはそれで楽しそうだけど、飲み会、お酒飲んでないな。もうどのくらい飲んでないか全然わからないぐらい飲んでないですね。ちょっと気になる記事があったんですけどね、どこ行ったかなと思った。うわ、ダメにゃにゃダメ危ない。もうにゃにゃがかなりイライラしてる感じがしますね。もうジャンプのところまで今来てますね、何回も。怖いわ。ダメそう、なるさんダメって言わないと飛んじゃうから。本当にパソコンの上飛ばれちゃうとね、切れちゃうからね。切れちゃうと思うんだよね、多分。切れちゃったらどうやって元に戻すのかがわからないから、もう飛ばれる前に止めるしかない。今日は結構かなり怒ってる感じですね。サイパンでね、また盛り上げ隊がね、観光を結局は復活させようっていうものなんですけど、そういうロードマップやなんかを発表されたんですけど、それどっかに書いてメモっといたんだけど、どっか行っちゃったな。なんかそのロードマップが治安や警察のことには全然一切触れられてなくて、サービスを便利にしたいとかそういうことが多いんですよ。なんじゃそれっていう。なんか今までも、何回もね、そういうのコロナ前にやっぱり経済が良くないって言われてたんですよね、その時も。
でその時もなんかあれ2020年とかだったよな。その時もなんかそういうサイパン盛り上げたいみたいなあれをアメリカのお金かなで作ったんですよ。で結局は何も動かなくてコロナになっちゃった、コロナの時期になっちゃったっていう感じで終わっちゃったんですよね。何もなかったように。あれどっかに書いたんだけど書いといたものがない。どっか消えてしまいましたね。メモっておこうって思ったのがそのメモがなくなっちゃったらどうにもなんないねこれ。なっちゃう。観光はねもちろん復活は必要なんですけど、治安もう根本のところを直さないとどうにもなんないと思ってるんですよ私なんかは。で今日ねお知り合いとも話したりしてたんですけど、みんな泥棒入られてるんですよ意外と。うちもひどかったっていう人がいて、で「あなたはチャモロですか?」って聞いたらやっぱりエイリアンで見かけはまあ、日本とかそういうアジア圏の人じゃなかったんで、そういう人は平気なのかと思ってたらそういう人もエイリアンでやっぱそういうことが多いって言ってましたね。めちゃくちゃ狙われたって言ってましたね。ちょっとした泥棒だけど10回ぐらい入られたって言ってましたからね。なんじゃそれって感じなんだけど、ほんと治安を良くするっていうことを誰も考えてないのかなって本当に思うんですよね。経済がねボロボロになったからそれを立て直すためのあれなんだけど、それの根本が治安とか、治安は大切だと思わないですか？治安は絶対に必要なものだと思うんですよ。そこの辺がやっぱりダメっていうことになると、隣ね観光客の人だって若い子なんか特にね、なるさんそうだよね、なるさん大切だよね。ほんとなるさんなんかね今月月末来る時にね気をつけないとね、本当に女の子3人なんて言ったらもう狙われるからね。ナンパまずそっちそっからね、だから危ない方に行かなければいいんだけど、もう本当に楽しんでもらいたいからね、本当に楽しんでもらいたいから、やっぱりそういうところを直してもらいたいんだけど、2020年とかにその辺にあったんだよね。昔もこういう経済立て直す隊みたいな観光頑張る隊っていうのができては消えて、できては消えて、本当お金の無駄で、最近ではゴミ問題みたいなことを、ゴミここじゃないよって、サイパンのゴミはそのね、もう犯罪者だよね、犯罪者たちで。今怖いのが拳銃、ちっちゃい拳銃をサイパンって普通に持てるようになっちゃったのね。いつだっけ、2016年から拳銃を持てるようになっちゃった、小型拳銃を持てるようになっちゃったんだけど、昔はサイパンって拳銃を持てないところだったのね、ちっ
小さい拳銃、ライフルとかは持てたらしいんだけど、もともともちろん登録制で小型拳銃ってほら隠し持てるからやっぱり危ないものとして扱われてきて、でサイパン自体では禁止にしてたんだけど、その2016年になんでと思って、どういう経緯でサイパンの人が拳銃を持つようになったのかなと思ったら、元アメリカ軍人の人がサイパンに住み始めたらしいの、その時に。で自分と妻の安全を守るために拳銃を持ちたいって言って裁判所に申請したんだって。でサイパン申請したらサイパン政府がまずダメって言って、そしたらその軍人さんがこれ公開裁判になってるんだけど、その軍人さんがそれ憲法違反だろうと、サイパンはアメリカだからアメリカでは武器を持つ権利があるっていうことを主張したわけね。でそれを裁判に持ち込んで、連邦裁判所ははいその通りでございますって拳銃禁止は憲法違反だっていうことで、サイパンでも拳銃の所持が合法になったんだって。登録制と許可制はもちろんあるんだけど、自由ではないけども持てる誰でも買えるで売ってるところがあるらしいの。今度見に行ってみようと思うんだけど、まあねあ、こんばんは深夜さん、こんばんは。Do you still love me? いやまあもちろんですはい。Do you still love サイパン？って感じかな。かなり出来上がってますので、足から飲んでるんですね。大丈夫ですよ。多分なるさんも酔っ払ってるんじゃないかという書き込みですね、今日初めから。なんかなるさん酔っ払ってるでしょ、きっと。小太郎さんは今日は休館日なのかな、飲んでんのかな。なんかね、なるさんの書き込み方がもう酔っ払ってますっていう感じなんだよね多分そんな感じがします。デスマスがついてないので。飲んでるバレる飲んでるバレる飲んでますね、やっぱりね。そう思いました。そうで小型拳銃がね、だからこの人が憲法違反だって言って訴えて、憲法違反ですねってサイパンでは結局小型拳銃が持てるようになっちゃったらしいんだよね。で最近はこのちっちゃい拳銃をポケットに潜ませて泥棒とかが持ってて犬を撃ったりして、犬が吠えるでしょ。吠えて犬が泥棒余計になったりしてたのに、それを撃っちゃうってね、もうひどい。ひかりさんのハスキーボイスは酒焼けですか？私はお酒飲まないんですよね、あんまりね。バカかな。酒飲む時は飲んでたんですけど、前は、この何年か全く飲んでないし、5年5、6年のうちに多分お酒飲んだの2回ぐらい
2回か3回だと思うんで、酒焼けではないんですよね、きっとね。酒焼けのは2回そんな本当に飲まないんですよ。飲む時はがっつり飲んじゃったりするけど、それで焼けるかな。ね、ガラガラですいません、声が。申し訳ない。可愛い綺麗な声出してみたいけどね昔から出なかったですね。低音ですね、低音。サイパンで小型拳銃が持てるっていうのがやっぱり、これを使う人がいるっていうのがね、結構危ない。もともと治安が不安定な中で銃が解禁されて、地元の人たちなんかはやっぱり逆に危なくなったって、地元のエイリアンなんかはね、やっぱそういう風に言ってますね。外国人ね、日本人とか中国人とか韓国人の人はやっぱり逆に危ないよねって。で、確かグリーンカードの人までは持てるんだよね。普通の一般のビザの人は確か持てないと思ったんだよね。ちょっとその辺聞くの忘れちゃったな。一般の人は確かも、一般のビザの普通のビザね、ワークビザの人は持っちゃいけないっていうのがあったと思うね。で、もちろん犯罪歴がある人とか、表向きにはそういうことがあるんだけど、でも結局持ってる人ってそういう人、犯罪歴がある人だったり、犯罪しそうな人だったり、趣味で持ってる人もいるのかもしれないけど、でね、なんか打つところ、練習場みたいなところがあって、そこで打つらしいんだけど、それがまた1箇所しかなくて、利権に絡んでて、他の人が申請してもそういう打つ場所を作りたいんですよって言っても、その一つ以外には政府の方から許されないらしくて、どういうことなのかなって思いますよね。そういうね、治安をね、こんないろんな、なんかサイパン守る隊じゃないな、なんて書いたっけ私、タイトル何にしたんだっけ。盛り上げたい、観光盛り上げたいだ。観光盛り上げたいをいくら何回も作ったとしても、治安を守っていかなければ、まずね、ちゃんとした方向にはいけないんじゃないかなって思うんですよ。観光客ももちろん戻ってこないし、それね、戻ってくるためには投資家が必要だし、ニャーニャが怒ってます。かなりな勢いで怒ってます。なんかもうご飯が相当嫌なのかな。ニャーニャー、ご飯が相当嫌なのか、かなりな勢いで文句を言ってる感じがしますね。外にガールフレンドが来たような、ガールフレンドとかお友達が来た時の泣き方とはちょっと違う発声ですね、今のはね。人の顔を見てニャオニャオ言ってるんで、あれでいきなり来るんですよ、パソコンの上にドンって。ほんとそれ困っちゃう。最近ね、ほんとパソコンもおかしかったし、いろんな変な現象が起きるんで、私も困ってはいるんですよ。これでね、ニャニャがね、パソコンなんかに乗っかられたらえらい目に遭うんじゃないかと思って、ちょっと不安でたまらないですね。この間にもね、停電が起きて、もう一回立ち上げ直した時に、こんなのが出てきて、
ティングとかって出てきて、なんか変な画面がザーって出てきちゃって、うわこれもう立ち上がんないんですよ。 Windows に入っていけなくなっちゃって、これどうすんのと思って、まあ Google に聞きましたよね。 Google とチャット GPT に聞いて、どうしたら立ち上がるのか、それを聞いて、でやっと立ち上がり、BIOSから入って、BIOS っていうのかな、そこから F2 をずっと押し続けてやっと立ち上がったんですけど、まあちょっとえらい目に遭いましたね。ほんで最近そういう変なことで、病院行けば病院行ったで、こんなもう何個も血液検査でバシバシ穴開けられちゃって、何個もなんだっけ、注射針いつも6本ぐらい取るんですけど、血液をで点滴みたいな太めの針をブチって刺すんですけど、もう何回刺しても血が出てこなくて、血管に刺せない子で、もうほんとなんか手がえらい目に遭いましたね。ボコボコにガーゼだらけになって、右手も左手もって感じで、それに事件でしょ。ほんとちょっとめいりました。でここで、ね、で YouTube 配信2日ぐらいかな、ライブやめたんですけど、やめちゃおうかなとかやめようかなとかって考えたりして思ったんですけど、ここでくじけてたらまたもこの長い年月閉じこもってたところにまた戻るのは良くないと思って、また配信し始めたんですけどね。あれ昨日一昨日その日もねやったんですけど、めちゃくちゃ暗すぎてなんかね配信にならなくて、もうそれはねアーカイブからは消しました。こっちの普通のところからは消して、事件の模様も消したんですけど、メンバーさんだけにしちゃったんですけど、ちょっとね普段からそんな別に明るいわけじゃないんだけど、楽しいとか面白いとかいうライブやってるわけじゃないんで、松井和代並みになりそうだったから、もうちょっとしましたね。でまたやり始めてるんですけど、ちょっとね観光のだからそういうねローカルガイドとかなんとかっていうのを見ると、また余計なとこに余計な風にお金を使ってるなって。 Don't look back in anger 見やすくていいんだけど、めちゃくちゃ見やすくていいんですけど、深夜さんね、見やすくてとてもありがたいんですけど、ちっちゃい字でバラバラバラって、これ YouTube 配信してる人ってそもそもが画面をでっかいの使ってるのかな。なんかこれ見えないよね絶対。見えないよね絶対って、私のパソコンのサイズが小さいからこうなって、ニャニャがうるさい、小さいからそうなっちゃうのか。ニャニャご飯食べてゴロニャン、ご飯食べてください。こうライブ配信してる人ってドーンとでっかいの使ってるのかな。私お知り合いの事務所に行った時に、やっぱりあれどのくらいあるんだろう、20インチぐらいあんのかな、もっとあんのかな。でっかいパソコンでやってたんで、みんな
私ノートパソコンなんでやっぱりちっちゃいんですよ。みんなこうなんだっけ、デスクトップデスクトップデスクトップが普通のパソコンだよね。みんなそういうの使ってやってるのかな。ちょっとね、どうやってやってるのかがわかんない。コメントとかも映像なんか私のところに出てるのはスマホのぐらいの映像が出てるんですよ。でコメントもう漢字の丸いのとかごちょごちょっていうの書かれちゃうとって見ないと、近寄って見に行かないと見えない感じ。これ何インチなのかがよくわかんないんだけど、前使ってたのが 13.5 インチとかのパソコンで、それよりはちょっと大きい、ちょっとだけ大きいっていう感じのパソコン使ってるんですけど、ノートパソコン。サイパン観光大使の光さん、サイパンの魅力を一言。ない。海が綺麗なだけ。サイパン観光大使じゃないしね。サイパンをとにかくなんかね、本当はいい。こんなねひどくなかったような気がするんだよね。もう本当に警察とか政府が今はちゃめちゃなような気がするんだけど、今直そうとしているのか、今の前がちょっとはちゃめちゃすぎたからなのかで、今は違うって言っている警察の人、ガバメントの人がいるんだけど、でも結局は動かないしね。この間の私の強盗事件、今回の脅し事件にしても、あんな普通に猫を殺して置いてあったり、家の前に玄関の前に置いてあったり、車破壊されたり、犯罪でしょ。普通犯罪だと思えません？なんか普通なんだよね、あの人たち。もう全然犯罪としてそういうブルーカードを書こうともしなかったのね。ああこんなもんなんだくらいな感じで帰ろうとしたから、ちょっと待てって。多分日本だったら車破壊したらその辺を指紋取るでしょ。なんかね、ちょっと聞いた話によると、この間強盗の時も指紋も取っていかなかった。取らない、取れって言っても取らないみたいな感じだったんだけど、なんか指紋を見る機会っていうのがあるの。なんか指紋を検出する機会、それがないとかって私聞いたんだよね今日ちょっとびっくりなんだけど違う、サイパンあるあるなんか今はそれがないって聞いたんだよね。ちょっとびっくりなんだけど、ないってどういうことって言って、 DNA の検出ももちろんサイパン、もちろんっていうの、これもちろんって言っていいのかな、もちろんと言いたいんだけど、なんかその DNA 検出するのもなくて、そうなんだっけ、血取るとこ、なんだっけ、血取る場所なんだっけ、深夜さん何でしたっけ、血取る場所もうバトリー血取る場所ね、なんて言うんだっけ、日本語で血液検査場所、血液検査の場所って日本だと大概の大きい病院にはあるじゃないですか。そういう場所がサイパンにはなくて、今までちょっと前まで、もうほんの数年前までなくて、5、6年前かな、それまでなくて、今日お話ししてたのがちょっと笑っちゃうんだけど、グリーンカードを申請するのに、なんだっけ、
身体検査じゃなくて身体検査、え体の検査、予防検査、違う、なんて言うんだっけ。言葉出てこないよ。もういろんな言葉を忘れてるよ、普通の言葉を。予防検査、ちんやさんなんだっけ、助けて、ちょっとなるさんなんだっけ。身体検査、違うな、身体検査に似てるよね。グリーンカードを申請するのに自分が健康ですよっていうことをこう出さなきゃいけないのね、書類にして。でそれで血液検査とかもちろん、私なんかが取った時は予防注射7本か8本打たなきゃなんなくて、その予防注射も1本が1万円、日本で私は取ったんですけど、そのアメリカ政府から決められてる病院に行かなきゃいけないから、もちろん保険も効かないし、そこで1本1万円の予防注射を7本ぐらい打つんですよ。7本か8本打って7、8万かかるんですよね、それだけで。でもう具合も悪くなるんだよね、それいっぺんに打つから。本当にその後具合が悪くなるんだけど、それがそういう施設がサイパンにはついこの間っていうか、このやっと数年の間にできたんだけど、それがなくて、それをサイパンでグリーンカードを申請すると、じゃあメインランドかハワイまで、その血液検査しに来てくださいって言われたんだって。ハワイまで家族でハワイまで全員がグリーンカード取ろうとすると、ね、100万ぐらい、2人で行ったって100万ぐらいかかっちゃうでしょ、サイパンから。100万ぐらいかけて血液検査しなきゃいけないみたいなことを言われたらしくて、もうね、サイパンね、本当にそれがだから10年前ぐらいって言ってたかな。で5年前ぐらいに申請するときにはその血液検査もサイパンにもうあって、サイパンでできたって言ってたんだ。その10年前ぐらいの時はもうグリーンカード申請するのやめたって思ったって言ってましたね。それだけ血液検査だけで100万もかかったら誰もやりたくないですよね。ただでさえなんかね、その当時今時はグリーンカード申請するのに$7000かかったって言ってましたね、1人。えらいことですね。大変なのはね、大変なんですよ。なんか書類をね、0から100ぐらい集めなきゃなんなくて、自分の身体みたいなことを全部、父や母みたいなことも全部書き出さなきゃいけないとかね、もうえらい面倒くさいのは面倒くさいんですけど、今はもっと面倒くさい。トランプ政権になってまたも面倒くさくなってるらしくて、もうだから料金が$7000かかったって言って、でもちろんあれですよね、自分がいくら持ってるかとか資産、そういうのもなさすぎると審査に通らないし、もういちいちなんかそういうことがめちゃくちゃ厳しくなったって言ってましたね。でこの間トランプさん移民政策の法案をまた新しく出したから、またさらに厳しくなるんじゃないかななんて思いますね。でね、働く人がいなくなって、で CW っていうビザが、それが一番働きやすいビザで、サイパン
独自のビザ、独自じゃないけどアメリカのビザなんだけど、サイパンにしかないようなビザなんだけど、特別にそれは1個の雇用主の下で働くっていうビザなんだけど、それが全然書類降りなくて、降りないと降りてこないともちろん働けないし、申請してる時オーバーステイに勝手になってっちゃう可能性もあるわけなんですよ。申請してる時に仮のものっていうのがないから、勝手にオーバーステイになっていっちゃうっていう可能性が今すごくあるみたいで、本当にだから CW っていうのをなくしていきたい、もうグリーンカードにしていきたいっていう状態にあるみたいで、このサイパンの中がビザを降りないと、 CW っていうビザが降りないと本当働く人いなくなっちゃうから、どうすんのかなって思うんですよね。あと子供がいる人は、この間も話したなんとかなんとか全然わかんない、なんだっけ、この間も話したんだけど、子供がいる人はなんか10年ぐらいの END なんとかっていうビザが降りるらしいんですよ。 END だったか AED だったか、そんな感じのビザが降りるらしいんですね。まあ、10年経てば子供が大きくなって、グリーンカードがあなたも取れるでしょっていうような感覚でこのビザを発行してるらしいんですけど、それだったらサイパンの中でどの雇用主の下でも働ける、勝手に、サイパンの中でのグリーンカードみたいな感じのものがあるんですけど、それだって限られてくるでしょ。だから雇えなくなっていったら、その CW っていうのをどんどんアメリカなのかサイパンなのか、アメリカなのかな、送ってそれを待ってるわけだから、アメリカなのか、アメリカがだから出したくないからこう出さないでいて遅らせてる、どんどんもうサイパンのビザなんか通用しませんよ状態にしていって、グリーンカードにみんなしなさいよっていう感じにしてるのかもしれないから、そういう状態なのかもしれないけど、こう今働く今働く人を雇えなくなってったら、観光を盛り上げたいも何もないと思うんだよね。で本当治安が悪ければ働きに来る人だっていなくなるでしょ。フィリピンの人なんかはやっぱり出稼ぎの風習があるから、やっぱりアメリカ圏で働くっていうね、こう強い願望があるからまだ来てくれるかもしれないけど、日本の人とか韓国の人とか中国の人とか、中国の人も県によるよね、都市によるけど、もうお金持ちのところなんかね来ないですよね。もちろんみんな危ないとこ行くかっていう状態になっちゃうし、中国もね貧富の差が激しいから、あんな大金持ちがいるのにこんな人がいるっていうようなところだからあれなんだけど、まあね、働きに来てくれる人がいなくなっちゃったら本当どうにもならないもんね。今どこのお店でも結構一人でやってるところとかの方が多いから、マッサージにしかり何にしかり一人もう一人っていうところが多いから、あれだとねそりゃ盛り上がんないさね。どうしていくんだろう、どうしてい
くんだろうって感じかな。本当にどういうサイパン盛り上げたいなのかがよくわかんないんですよね。なるさん、働きたくはないけど、働きたくはないけどね。でもサイパンしたくなっちゃったんだもんね。女の子3人は結構本当気をつけてほしいよ。いろんな面で。とにかくホテルがいいから多分ホテルの中で夜とかも遊べると思うし、夜ふらっと海見に行くことも可能だし、あのホテルならいいと思いますよ、本当に。ホテルの名前は今は言わないでおくけど、危険だから、危険だから、日にちがね、だいたいバレてるからね、後半っていうのがバレてるから、ホテルの名前は言わないでおくけど、聞いたホテルはいいと思う。サイパンビッグバンは可能なのか。ビッグバンダメでしょ無理でしょ、可能じゃないでしょ、不可能とも言い切れはないけど、言い切れはしないけど、深夜さんどう思う？みんなどう思うかな。みんなどう思うかな。みんなどう思う？みんな仕方だ。みんな仕方だよ。なんで仕方するの？みんななんか話してよ。今日っていうか、この間撮った新しいビデオがあるんだけど、新しいビデオがあるんだけど、そうかな。なんでまだ出てる？なんで？ちょっと待って。あれ消えてんのに、これ止まってんの？ YouTube？ どうして？YouTube の画面止まってます？YouTube スタジオがくるくる回っちゃったんだけど、また切れたよ。これつながってる？つながってますか？つながってるかな？ガバナーをアメリカに、これつながってるってこと？くるくる回っちゃってるけど、私の画面はくるつながってるかな？なるさんつながってる？深夜さんコメントくれたからつながってるのかな？ガバナーをアメリカにの先はくるくる回っちゃった。どうしちゃったのかな？これ大丈夫？つながってますか？く
るくるくるくる真っ黒な画面で回ってるんですけど、コメントは見れる。なるさん変えないの？いや変えてるんだけど、君と僕はつながってますありがとうございます皆さんありがとうございます。じゃあ私のこの YouTube のスタジオの画面だけがくるくる回っちゃってるってことなのかな。いやこれどうしたらいいの？動画を出しますって言ったらいきなりこんなくるくる回ったりちょっとおかしいよね最近。なんか変なこと言うとインターネット切れちゃうし、繋がらなくなっちゃうし、なんか変なことが多いんだけどやめてほしいな。君と僕と繋がってます。もう面白いなるさん使えてますよ。大丈夫です。大丈夫みたいです。ちょっと動画のところがくる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 真っ黒な画面でちょっと回っちゃってるんで、何がどうなってるのかちょっとわかんないんで少し待ってみますね。新しい動画出したいんですけど、なんかね OBS も YouTube の方も真っ黒な画面でここに白い丸がくる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 回ってんですよ。どういうことかなこれなんだろうな。もうなんかやろうとするとこういう状態になってるんだけど、なるさん何陰謀そういうこと書かない。もう陰謀書かないそういうのね。どういうことなのかわかんないけどパソコンが吹っ飛んでったりほんとそういうことが多すぎるんで。でもね今回はね日本領事館も一応後押しをしてくれてるんでちょっとね精神的にはありがたいですよね。もちろんどうこう動かすっていうことにはならないかもしんないですけど、昔みたいに、ちょっと声がガラガラ。水飲みます。少々お待ちを。少々お待ちください。本当に喉から心霊現象。違うもうそういうものじゃないもんだって。なんか言おうとするとだって深夜さん違うそういうの書かないなんか言おうとするとだってちょっと言ってからだよね。変なこと言ったりするとインターネットつながんなくなったり、停電もなったよねこの間。いきなりの停電。それとあとパソコンが変なになっちゃったり、 Windows が全く立ち上がらなくなったり、なんだこれって感じ。本当にどうしたよって感じだよね。何が起きてんのって感じ。もうちょっとおかしいです。トランプさんのまたなんか明日は違うか。明日はロシアとウクライナのあれか停戦か、ここに行くか行かないかっていう感じの問題になってるんだよね。そうだドル円もねちょこっとだけど下げてきたし、
ゴールデンウィークの時はちょっと上がってて、ほんで下がってきたのか。逆にしてくれればいいのにね。ゴールデンウィークの時に下がってて、普通の時はガンガン上がってってもいいのにって感じなんだけど、もうちょっとそういう変な言葉ばっかり書かないもう変な言葉は書かないでいい。楽しい、何が楽しいのかな。もう酔っ払い娘かな、きっとね。くるくるが治んないよ。どうしようかな、これ。治るかな。治んないとこれ動画出せないんだけど。あ、違うのを出してみればいいのか。ちょっと写真とか出た？あれ？出ない。出ないね。押してみたんだけど、他の写真を押してみたけど出ない。出ないね。あ、出た。どんだけ時間のタイムラグがあんのこれ。すごいタイムラグになってませんかね。すごい遅延状態。まあ、出た。くるくるが治りましたので、なんだっけ、どれだ。これか。違うこれか。あ、これですね。これガラパンの映像とこの間撮ってきたやつですね。ここね、どこだかわかるかな。通な人はわかると思う。これどこだかわかりませんかね。深夜さんならわかるんじゃないかな。うねさんが来てない。うねさんならわかると思うんだけどな。ここが新しく工事が入ってるんですよ今。これね、クラウンホテルの目の前。昔サイパン正解サイパンなんですけど、これね、クラウンホテルの目の前で昔竜宮っていうお土産屋さんがあって、その後は朝日っていうのがあったのか。そうだよね。で、ここが今、ここの元々のビルのオーナーが、土地のオーナーがここにお店をやるっていうんで、これ全部って言ったらすごい広さなんですよ。ものすごく広いのね。ここ全部をやるって言って、何をやるのって言ったら、子供託児所みたいなところ、託児所みたいなのと子供のものとかを売ったりするところをやるって言うんですよ。とか思って、これリスクは大丈夫なのって言ったら、ここですね。こうやって写せばみんなわかるよね。めちゃくちゃ広いんですよ。ここでやるらしいんですけど、そうそう、皆さん金八の向かいです。そうです。だからマーメイドのチーヤさんのビルですよ。ビルの1階。ここをちょっと早い。ちょっと早い。これどうやって遅くすんだっけ。早い。どうしたらいいのこれ。どうにもなんない。なんかいじってるとダメかな。どう
しょ。これでこれをこういうふうにすると、違う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 、これいじれるな。アメ横跡地、いや深夜さんのビルの下ですよ。深夜さんはあっちか、あっちが好きなんだよね。マイクロネシア、マーメイドの下ですね。マーメイドの下ここにだから子供のところと預かり所と子供のものを売るっていうようなところを出すって言ってたんですけど、でリスクを考えないのって言ったら、リスクだと今思わないのって言ったら、どっかでもうすでに今やってるらしいんですよ。レンタルしてやってるから、こっちの方が自分のところだから。で盛り上がってきた時にいつでも貸せるように整えておくって言ってましたね。すごいなと思って、そういう考え方もあるし、一等地だからね。デューティーフリーがなくなっちゃったから一等地とは言えないのか。ホテルのね目の前だから、昔はね本当にいい場所。今も一応いい場所だよね。ホテル2つの目の前にあって、あとカジノができるかもしれないところの近くにあるから、いい場所ではあるんだけど、ここでやるって言ってましたね。で借りたら多分昔この辺のところでこんな広さだと$15,000とかもっとかな。めちゃくちゃ広いからこのぐらいは取られると思うんですよ、楽に。これね観光客の人がいたんで、ちょっと話しかけてみたんですけど、この人たちは、ゴルフで来てるって言ってましたね。韓国の人でしたね。ゴルフで来てて1週間ぐらいサイパンにいるって言ってましたね。ちょっと優雅な感じの方々で、あまりね観光客の人も最近喋ってくれる人がいなくなっちゃったから、前はね結構喋ってくれる人とかいたんだけど、最近少ないな。海で喋りかけると結構喋ってくれるけど、こういう陸地では喋ってくれない。ここオーシャンビューホテルの隣、わかるこれオーシャンビュー、ちょい戻りすぎ。オーシャンビューホテルがあって、この隣こんなになってたっけ。人類滅亡映画を普通に撮影できそうこれねどういう意味。人類滅亡映画を普通にこれ入り口ですよね、多分。こんなになってました。深夜さん、こんなオーシャンビューホテルの入り口が今左側にあったでしょ。でここもう一個、これ白い入り口、ちょっと戻りすぎこれね、左側がオーシャンビューホテルの入り口と、左側がポーカーで人がいないんですよ。これこんなになってましたっけ。左側オーシャンビューホテルで、
ここ途切れてましたっけ？これくっついてオーシャンビューホテルじゃなかったでしたっけ、昔って。オーシャンビューホテルってこんなになってたかなって、ちょっと新しいホテルなのかなって、こんなになってました。知ってる人教えて。ちょっとこれ動かすの難しいな、これ。知ってる人いたら教えてください。これ昔こんなになってましたっけ？これ1個オーシャンビューホテルの隣にもともとこんなのあったっけ？昔はサンリーダー、前はなかった。サンリーダーがここにあったの？サンリーダーがここ、やっぱ上なかったですよね。こんなホテルになってなかったですよね。サンリーダーがあったのか。ちょっともう一回。ここがサンリーダーだったんだ。中間のところがサンリーダーじゃなくて、どこまで戻っちゃうの？ごめんなさい、ガチャガチャで。この中華のとこがサンリーダーじゃなくて、この中華はもともとありましたっけ？あった？聞いてない、誰も。この中華は昔からありましたっけ、これって。誰か知ってたら教えて。なんか私の中ではこの中華のレストランがサンリーダーだったのか、このビルの下が、ビルがこれもともとあって、綺麗にちょっとしただけで、オーシャンビュー、サンリーダーだったら、サンリーダーの上ってオーシャンビューホテルじゃなかったっけ？サンリーダーの昔は中村屋？サンリーダーのとこが中村屋？本当？なんか全然思い出せないんですけど、サンリーダーは覚えてるけど、上にこんなのあったかなって、こんなホテルになってたっけなって、どうだったっけなって、この間通ったらこういう風にサンリーダー中華屋中村屋だったの？全然覚えてない。サンリーダーあったのを覚えてる。中華屋あったの？中華屋あったの？全然覚えてないわ。で、一番右のとこがなんか小物屋さんみたいな感じだと思うんだけど、このビル自体が、中村屋は2階建てだった。どこだかわかんないや。これは今の話題じゃなくて、グランビリオですね。グランビリオも人がいないんですよ、本当に。このね、入るとこっからの抜けが好きなんですよね。海に向かってのリゾートに来たって感じ。いや全然覚えてないな。あそこのサンリーダーのところと、今作った新しいビルがオーシャンビューホテルとくっついてたんだっけとも思うし、この抜けが好きなんですよね。ちょっとね、もう素敵。出ようかと思ったんだけど、曲がっちゃいましたね。
何しに来たんだっけなこれ。なんかこの間用事があって行ったんですよね。出ちゃった。もう事件の前だったんで忘れましたね。木曜日くらいに行った時ですね。まだゴールデンウィーク中だったのかな。確か先週の木曜か金曜日ぐらいですね、行ったのが。木曜かな。ドルフィンからの眺めもいいですよ。そうですね、ドルフィンからの眺めいいですよね。ドルフィンはやってないと思うんですけどね、今ね。ちょっとごめんなさい。コーヒー飲みます。ランベリオ。とにかく人に会わない。どこに行っても人が少なすぎて、本当は少なすぎるんですよ。本当プライベートビーチ、プライベートプールで使えますよね。どこのホテルも。ちょっと待ってね、ちょっとお待ちください。お待たせしました。どこのホテル行ってもだからプライベートビーチだし、プライベートプールで使えるっていう感じだから、めちゃくちゃチャンスですよね今。独り占めできるから。これはね、グランビリオの前ですね。目の前のビーチ。誰かいたのかな。誰か行って喋ってんのかもしれない、もしかしたら。これハワダイじゃない、グランビリオの前とかはもう前はね、ビーチボーイがいっぱいいたのに、もう全くいないから、全然いないんですよ、全然。でちょっと人がいたなと思うと、なんだっけ、うねさんのお友達のとこの人がいたり、プールサイドでピニャコラーダ飲みながら読書したい。ピニャコラーダってなんだっけ。ピニャコラーダって今ふと思ったのは、タイかなんかのこうバンバン殴るやつかと思ったけど、お酒の名前なのね。飲みたいっていうぐらいだから、バンバン殴って中身を出すゲームのことかなと思ったけど、あれなんて言うんだっけな、ちょっと忘れちゃったけど。ニャコラーダってなんだろう。飲みながら読書なんだ。ちょっとインテリ風。何もいないって感じで、ここにローカルの人っぽい人がいたんですよ。こっちに住んでんのかなっていう感じの。いいですかって言ったら OK って言った時に、ワンちゃんがいるの気づかなかったんですけどね。停泊してるボートが、置いてあるボートがいますね。ちょっと近づいていったら、
ワンちゃんがいるの全然気づかなくて、ずっとここ歩いていこうとしたんですよね。そんでハイアットの方まで。だからここにローカルの人たちが遊んでいて、ワンちゃんがいるの全然全く気づかなくて、ちっちゃいワンちゃんがキャンキャン吠え出したんでびっくりしたんですけど、大きいワンちゃんがもう一匹いたんですよ、ここに。ちょっとびっくりしましたね。大きいワンちゃん一言も何にもワンとも何とも言わなかったから全然気づかなくて、でも抑えてなかったら飛びかかってきたかもしれないですよね。あれすごい怖かった。めちゃくちゃでっかい犬だった。犬とかあんまり怖くないけど、ちょっと恐怖感を感じましたね。でかくて。本当にね、ゴールデンウィークの真っ只中、もう終わりの時かな、真っ只中ぐらいだと思うんですけど、本当に全然人がいなくて、なるさん、大きなワンちゃんなんかずれてるな。やっぱり1分ぐらいラグがあるのかな。なんか今日遅くないです。こう私の見てる画面と多分視聴者の見てる画面とかなりズレがあるのかなって思ったりするんですけど、そんなことない？そんなことないかな。そんなことない。そんなことあります。あります。あるってことはずれてるってことなのかな。ずれてるっていうことなのかな。この真ん中にドルフィンいたんですね。私全然気づかなかった。これ取ってから気づきましたね。イルカいたんだと思って。ひかりさんが早い。ウェイクボード乗れますか？ウェイクはやったことは、ウェイクはボートに引きずられるやつですよね。何回かやったことありますっていうか、撮影の時に3日間ぐらいやりましたね。なんかひかりさんは僕たちより1時間先にいるまあ確かにそうですね。1時間先にはいますよね。確かにひかりさんが早いの意味がちょっとよくわかんないな。ウェイクボードはその時にやったぐらいで、結局船出さなきゃ船がいてのウェイクだから、あれはちょっと個人でやるにはあれかなって思って、カイトやってましたね。カイトボードでみんなにゴミ袋でやれって言われてましたね。ゴミ袋でやんないと吹っ飛んでっちゃうよって言われてましたよく。ここにね、なんかダイビングショップがあるよって言われて行ったんですけど、アクアっていうダイビングショップがアクアコネクションなのかな
とも思うんですけど、やってなかったんで退散してきました。デューティーフリーはね相変わらず閉まってますけど、あの辺に人がわらわらってちょっといたんですよ、中華料理の前に。中華料理の前にね、中華料理屋さんがドロドロって出てきたんですよ、こんな昼間の時間に。こんな感じですね。元に戻っちゃった。ここはね、竜宮、元朝日か。竜宮の方がなんかイメージが強くて、竜宮だったところをだから今自分たちで使っておいて、誰か借りたいっていう人がいたらもうすぐ貸しちゃうっていう状態にしとくっていうスタンバイするみたいですね。風強いわ。風の音がなんかする。風強いのはやだ。雨が強いのはいいんだけど、雨が降ってるのはいいんだけど、風が強い時とかって泥棒とかそういうのが多くなるんですよね。風の音でドンってなってるのか、泥棒がドンってなってるのかわからないから、やつらは動き始めるんですよ。すごい嫌だ。雨が降んないのにな。風が強いのは嫌だな。雨が降んないで風が強いのはね、ちょっと恐怖が湧くんで嫌なんですよね。雨は雨は今のうちに降っておけってこと？降っておけっていうことかな。どこでどこでこう流れてんのかが分かんないからちょっと困っちゃうな。話すのが早く進めすぎちゃうとダメってことだよね。勝手に話してるとコメントがついてこれないっていう意味であるってことだよね、多分。ちょっとなかなか1分ぐらいあんのかな、これ。どのくらいあんのかな。どれにそうどれにそうって言ったんだろう。もう結構喋っちゃったけど、そうですじゃなくなった時点でもう酔っ払いだな、なるさんはきっとね。酔っ払ってますね。酔っ払ってない時はまず「そうです」って返ってくるからね、大体。あとなんだっけ、入れといたものがどこに入ってるのかがわからないです。これ何の画像かな。あ、これ違う違うな。わからなくなるから、今日削除しておかないと
いろんなものがまた出てきちゃうからね。同じものが出てきちゃうので、ちょっと整理しながら。旅行者は何食べてるの？何食べてんだろうな。海坊主は忙しそうですよ。バタ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 してますね、いつも。ローカルで忙しいのかどっちかはよくわかんないですけど、スタッフも結構いるし、わらわらしてますね。旅行者何食べてるんだろうね。ストリートマーケットじゃなくて、この間のなんだっけ、今やってるのはテイスト・オブ・マリアナか。観光客に聞いても行かなかったっていうのが3組ぐらいいましたよ。行きましたかって聞くと、この間お話に答えてくれた YouTube 出てくれた家族の人も音だけしか聞かなかったって言ってたし、他の人たちも行かないって言ってたし、行かないってもうこのまんまの口調で行かないとかって言ってた人たちもいたのね。カップルだったんだけど、もう一組は家族旅行かな、やっぱり韓国の人で行かなかったって言ってましたね。なんで行かないのかがちょっとね、なんとなくって言ってました。なんとなく。だからホテルのすぐそばにあるのに何か行きたくない雰囲気があったんでしょうね。行かなかったって言ってましたね。だから観光客の人はあんまり会ってないんですけど、何組か会ったうちでYouTube 出んのは嫌だけどって言って話してくれた人はそう言ってました。でも一組だけね、私ね、多分日本人観光客だと思われる人がカップルでテイスト・オブ・マリアンナに歩いてたっていうか、なんかちょっと走ってたっていう人がいますね。走ってた2人組がいました。なんか叫びながら走ってました。何を叫んでんのかはちょっとよく分かんなかったけど、多分日本語だろうっていう感じのことでした。感じでした。Z 世代の思考だ。なんとなくみたいな、なんとなく行かなかったみたいなね。でもね、私がもしお祭りに行ったとしてもめんどくさいってなっちゃう。フォークんとこもなんかわらわら並んでるし、なんか変に並んでるんですよ。ちゃんと並んでるんじゃなくて変に並んでて、で中に 4,5 人いるのにそれがちゃんと稼働してない、なんかあれだったら 3人ぐらいトークン交換する人が前に出てやってもいいのになって思うのに、一人がちんたらやってるから、もうあんなの見てるともうめんどくさいと思って並びたくなくなっちゃうっていう感じは感じましたね。他の中国の人もいやーもう嫌だって言ってましたね。めんどくさいって言ってやめたって帰っちゃった人たちいましたね。中国のローカルですけどね、サイパンに住んでる人、多分ね、めんどくさくなると思われる感じはあると思います。だから辛抱強い人が結構ちゃんと並んで
買い物するっていう感じだと思う。だってトークンが1枚足りないだけでもし1枚足りないだけで1ドル払うわけにもいかなくて、現金を出すわけにもいかなくて、また並び直さなきゃいけないってほんとやばいよね。今の時代に合ってません。めんどくさいも楽しめないです。それは無理。なんだっけ、ディズニーランドとかああいう系もうまずめんどくさいし、並ぶの嫌だし、並ぶのいい、もう並んでまでラーメン食べたくないみたいな人間なんで、そういうのをやってるのがいやー無理だなって思いますね。これがサイパンかこれがサイパンですって感じですね。でもね、ほんとね、治安を良くしないとどうにもならないと思う。ゴミとかを片付けるとかのレベルじゃないと思ってんだよね。ゴミじゃないんだよ、問題は。ゴミは観光客が来てゴミをね捨ててってくれて、まあそれを片付けるっていうのがもうありがたくなっちゃう感じになっちゃうよね。ここまで来ると中国の人がバーッと来た時にゴミがいっぱい増えたとかいう話題が多かったんだけど、もう今それすらないって感じで、結構綺麗になってるのにゴミっていうゴミを片付けるとかって、そこにねお金を費やしてやることなの、今やることなのかなってちょっと不思議に思うんだよね。そこにお金を費やすならポリスに費やして、ポリス1人でも増やしてほしいよね。北が2人で南が3人とかいうレベルが意味が分かんないもん。いくら小さな島でいくら人が少なくなったって言ったってやっぱりポリス2人とか3人じゃね、夜それじゃダメでしょ、どう考えてもって感じで、テニアンのカジノはまたやろうとしてるし、やろうという議員さんが知事がねダメだって言ったのにまだ思考をこう変えないでやろうとしてる方の抜け道をこう探してるっていうのかな。多分ね、なんだっけ、チェーン FNT とかあっちの方を使って何とかしたいとか思ってるんじゃないかなって思うんだけど、じゃなきゃテニアントークンでも作って、まあそれじゃお金にならないんだけどね。結局はだけどテニアンの中だけでのネットカジノで承諾させようとしている感が強いんじゃないかなって思ってる。でそれでいて IP アドレスなんかがポリスは3人組。何？深夜さん、ポリスは3人組ってどういうこと？ポリス1人で動いてるよ、みんな。フラっていうか、シャッと車で通り過ぎるぐらい。日本の警察官って2人1組じゃないですか。でもサイパンのポリスは1人で動いてるし、それが3人組ってその日の夜が3人組ってこと？ 3 人しかいないってことかな。でもそのレベルらしいんですよ今本当に。南側は3人
北側は2人とかっていうレベルらしくて、ね、本当にね、ゴミにお金を費やしますとかって政策が、これが観光業界を盛り上げるとかって言って、ゴミとかって書いてあると、もうそこだけでもうがっくりしちゃうもんな。なんか治安は入ってないのかいって。スティングかっこいい。何スティング、なんだスティングって。皆さんわかんないこと言い出すからな。スティングわかんないです。なんでしょう。なんかね、政策をやってることがなんかアメリカのお金を使いながらなんだけど、ちょっと治安っていうのが全然観光復興にあたって、まず最初に治安ところにお金使うべきだと思うんだけど、一つも入ってないんだよね。ロードマップの中にも一つも入ってなかったし、意味わかんないんですよね。あとね、警察の人たちってアメリカなんかは、本土なんかは結構大きいところは保険に入ってないところが多いんだけど、多くないか、大きいとこは入ってるのか。大きいとこは入ってて、小さいとこは入ってないんだけど、警察車両とか公用車が保険入ってないんですって、サイパンって。で、アメリカの本土の考えでは、政府機関がもうぶつかったとしてもすぐお金払えるから、入ってないっていうところがあるらしいんですよ。ちらっとぐらい、一部では。でも自己保険制度って言っても、もうとにかく自分でお金を、政府がお金あるからもう保険会社を通さないで払うよっていう、もし事故が起きても直接責任を取るタイプを取ってるらしいんですけど、サイパンの場合それ保険も入ってなくて、政府車両全然保険入ってなくてぶつけたりしたら、こっちがもしぶつけられたら、小太郎さん自分のいびきで目が覚めた。寝落ちしました。すいません。お先に失礼します。またよろしくお願いします。おやすみなさい。ありがとうございます。小太郎さん寝てたんですね。うち寝るチャンネルじゃないんだけどな。なんかね、結構寝落ちチャンネルとか言われてますね。すいません。ありがとうございます。ぜひいいねボタンを押してからお休みくださいませ。ありがとうございますね。いいねボタンちゃんと押していってくれたかな。寝てたから押せないかな。みんな寝ちゃうんだよね、意外とね。保険が入ってなくてぶつけられても、警察車両にぶつけられたらもう最後、サイパンだと。自分が結局弁護士を雇って弁護士費用を払って警察訴えて、でぶつけられたのにそういう賠償を通らなきゃいけないっていう、もうめちゃくちゃおかしなシステム。お金あるアメリカ本土とかならすぐ払ってくれるみたいなんだけど、サイパンはそうはいかないって。で、普通の車は保険が入ってなきゃ車検が取れないんだよね。乗ること自体が違法って感じになってるのに、ちょっとこれっておかしくねって思うんだよね。
自腹で裁判してお金もらえるかどうかも分かんない状態になるわけで、自己保険制度ってものがね、大体が政府に財力があっての自己保険制度なんだよね、普通だと。でもサイパン政府は今んとこ赤字まみれで、なおかつ裁判に時間がかかる。で、過去に払われてないケースがいっぱいある。これってやばいよね。本当に責任逃れが多くて、私は自分で実感してるから、責任逃れ何回もやられてるから、ちょっとね、何円屋さんなんて、あれブラックジャックならインシュランスかけますね。本当だよね、インシュランスかけるよね。本当ね、こんなのってね、本当おかしいと思うんだよね。自分たちは例外っていうのがちょっと一番の問題でしょ。もう観光にお金かけるとこもちょっと間違ってる方向になってるし、ショーアップばっかりなんか意識して、住民の安心とかさ、安全、直接こう直接ある部分をね、全部後回しになってるから、これはいいけどね、なんかね、自己保険制度取ってますみたいなね、政府にお金ないじゃんって話なんだよね。そういうとこがちょっと本当おかしいなと思う。観光にも使われてるところがちょっと方向性違うと思うから、本当ブラックジャックのインシュランスってやつだよね。親が21出ないようにみたいなね、本当そうだよね。本当そんな感じですよ。裁判となったらね、時間もかかるし、これレンタカーだったらどうなっちゃうんだろうなって思うし、私の知り合いの人も結局ぶつけられて、後ろからお釜掘られて、全くお金払ってもらえなかったらしくて、でポリスレポートに保険番号が書いてあるからとかって言われたんだけど、ポリスレポートを取りに行ってなんか12ドルかなんか払って、それでいて、そのポリスレポートにそんな保険の記載がなくて、でどうすんだよって話になったらしいですよ。皆さん、僕がマッチョのおっさんに全部言っとくよ。それ誰それ、言っといてください。誰かわかんないけど、本当にね、一切払ってもらえなかったらしいですよ。後ろからぶつけられて、ポリスレポートに記載されてるって言われたら記載もされてなくて、本当に参ったって言ってましたね。わざわざね、お金払ってももらえないところにポリスレポート代を払い、なおかつ払って時間もかけてちんたらやられたらしいですよ。その意味がね、すごくわかるから、私それずっとやられてるから、1年前ぐらいにだって商品が見つかったって言って未だに帰ってきてないしね。本当にどういうことって、みんな使ってんじゃないのとか思っちゃいますよね。使ってたり猫ババしたりとかっていうことも考えられなくないってことはね、あるわけだから、信用がね、どんどんズタボロ。本当にね、どっからおかしくなっちゃったのかなっていう感じなぐらい
12年前からおかしいのは分かってるんだけど、12年前は本当にひどかったんだけど、今はだからもう一回信じたいって思ったのに、ちょっとズタボロだよね。どうにか直してほしいなと思ってるんですけど、じゃないとね、なかなか投資は増えないですよ。これ投資しました、店出しました、泥棒入られました、仕方ですって言ったら誰もやんないでしょう。ちょっとおかしい回り方が、観光客へのショーアップの仕方もなんかおかしいんだよな。大人がみんな集まって話してるのに、どうしてこうなっちゃうかなっていうのが不思議に思えてしょうがないんですけどね。お友達と話しててもみんななんでそうなっちゃうのって。マイノリティレポートはなんだって、微力マイノリティレポートは微力ね。でも大人がみんな集まって話し合ってたりするわけじゃない。なんかね、ゾーニングのこともなんか出てたな、そういえば。ちょっとまだあんまり読んでないんだけど、大手の大きいところは反対してるとか書いてあったね。ねえ、なんかやんないとね、なんかやっていかないと、ちょっと方向性がちょっと違うっていうのがね、みんな言ってるとこですね。飲み方してもね、観光客が来ないよって、なんでそんなとこにお金使うのとかね。台風のこともで書いてありましたね。台風の援助金、この辺のものがもうすぐ終わるよ。一切もらえなかったですね。うちなんか天井が雨でバーンってなっちゃったんですけど、全く出なかった。ほんとね、どこにそういうね援助金が支払われてるのかよくわかんないですよね。救済金か、あれは。サイパンどういうこと、深夜さん。どういうこと、どういう意味。サイパン、救済金がどこに支払われてるのかわかんないですよねの後にサイパンって言ったから、サイパンに支払われてるっていうこと、わかんないけど、本当にわかんないんですよ。どこに本当にダメージがあったところに支払われてるのか、もっとなんか勘ぐって言ってしまえば、やっぱり人種で分けられちゃうのかなっていうのはありますね。私実際に人種差別は受けてきたんで。 USAID ある。何それ USAID、 聞いたことあるな。何 USAID、 聞いたことあるけど、それが何者かよくわからない。 USAID 何でしょう。 USAID は何でしょう。何 USAID、なんだろう、USAID。災害時の緊急支援だって。1961年、ジョン・ F ・ケネディ大統領の時代に設立されました。軍事的支援ではなく、ソフトパワーを通じて国際社会でのアメリカの影響力を高める役割もあります。必要であれば、どの国でどんな支援をしてきたとかも
分かりますよって。サイパンでの支援はどんなんだったんだろう。 USAID はあるってサイパンにってことかな、深夜さん。そういう意味？ USAID って災害支援金はだからもらってないですね。この間ユーツの時、アメリカの民主党の最大の闇。そうなんだ、闇なんだ。民主党、今共和党でしょ。ユーツの被害を受けてアメリカ政府の複数の機関が支援を行ってきました。 USAID 自体の直接的な支援情報はサイパンにはなかったんだって。 USAID はで、今回はフィーマがあったけど、それの残りのお金ってことじゃないかな。多分フィーマはあったよね、確か。でそれの残りのお金がどこに行くかもうすぐ終わりですよっていうことをフィーマが言ったのかな、今回。今日の新聞かな。覗かれた。こんな感じですね。ちょっと喉がガラガラで痛いです。こんな感じで今日はもう1時ですね。そろそろ終了しようかな。この間のなんだっけ、ライブ配信、外のライブ配信の時はめちゃくちゃバズってましたけど今はメンバーさんのみにしちゃったんですけど、めちゃくちゃバズってたけど、あれ以降またバズんないですねあんなんでバズっても仕方ないんですけどそういう感じで今日も、お越しいただきありがとうございました。なるさん、小太郎さん、リーフさん、深夜さん、ありがとうございました。すると皆様ありがとうございます。それではまたです。また明日配信元気だったらします。それではおやすみなさい。今日もいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは失礼します。